こんにちは、京子です。今日はモイラのスタンピングプレートを使ったアンティークなレターネイルの作り方を紹介します。今回使用するポリッシュはこちらです。ベースカラーになるベージュ色です。今回はプリジェルさんの280番ジンジャーベージュを使いました。これでなくても構わないので好きなベージュを使ってください。茶色は今回2つ使っています。ただどちらか1個でも大丈夫ですし、お手持ちの茶色でも使えるのでお好きな茶色を用意してください。それと黒いジェルネイルを用意します。今回はアゲハのジェルを使用しています。こちらも皆さんお好きなのを使ってください。ベースジェルを塗り終わったらベージュを塗ります。塗り終わったら硬化します。もう一度ベージュを塗ります。塗り終わったら硬化します。スタンプをする前に一度クリアジェルを塗って硬化します。未硬化ジェルの上にスタンプをするときれいにデザインが転写しにくくなります。カラージェルを2度塗りした後に未硬化ジェルを拭いても大丈夫ですが、色が落ちてしまうことが多いので一度クリアジェルを塗っています。クリアジェルを塗らずにカラージェルの未硬化ジェルを拭いても大丈夫ですが、色によってはムラになってしまうのでクリアジェルを一度塗った方がいいと思います。未硬化ジェルを拭き取ります。次にスタンピングプレートを用意します。今回作るアンティーク風のデザインがあるプレートは2種類あります。こちらのヴィンテージ2、こちらはここにありますがとても大きいので、爪の長い人や爪の大きい人はこちらを使うといいです。もう一つはミニシリーズ101番の中にあります。先ほどのものとデザインは同じなのですが、全体的に小さくなっているので爪の小さい人や短い人におすすめです。今回はこちらのミニシリーズを使っていきます。転写に使うスタンピング用のポリッシュが必要になります。私が使うこのポリッシュは日本国内で買うことができません。違うメーカーの同じようなカラーのものをおすすめします。違うメーカーでも茶色はあるのでそちらを使用してください。他にもこういったスタンピングネイル用のジェルも出ています。普通のジェルよりも顔料が多く、一度でしっかりとデザインが転写できるようなジェルになっています。こちらもいろんなメーカーから出ているので、こちらでやっても大丈夫です。今回はこちらを使用します。スタンパーは好きなものを使っていただいて大丈夫ですが、私はこちらのクリアのスタンパーをおすすめします。プレートにポリッシュを塗ってスクレーパーで余分なポリッシュをこそげ落としてスタンパーに転写します。ここまでの作業は素早くやってください。あまりゆっくりしすぎているとデザインが転写できなくなってしまいます。転写した時に余分なデザインが一緒に写っていることがあります。粘着テープか普通のセロハンテープで取ることができます。クリアスタンパーだと上からデザインが見えるので、どこに押すのかはっきりと見ることができます。転写をするときはあまり力を入れずに押すようにしましょう。力を入れて転写するとデザインの線が太くなってしまいます。転写が終わったら爪の周りにはみ出た余分なデザインは除光液などで拭き取るか、あらかじめ爪の周りにマスキングリキッドを塗っておいてください。このままでも可愛いのですが、もう少しアンティーク感を出すために周りを少し汚していきます。
茶色のジェルで周りを囲むように中心に向けて少しぼかして塗っていきます。ぼかしを入れるといってもあまり綺麗にぼかさなくても大丈夫です。中心部分を綺麗にぼかしすぎるとまた不自然な感じにも見えるので、形はランダムで構いません。多めに汚したり、汚している部分を少なくしたり、自分のお好みで適当にぼかしていきます。この時の茶色は下が透けるシアーカラーの茶色を使ってください。マットの茶色を使うと今スタンプしたデザインが全部消えてしまいます。ぼかし終わったら一度これで硬化します。次にもう少し周りの方を少し暗めに焦げた感じにしていきたいので、茶色と黒を混ぜます。パレットに茶色と黒を取ります。そして少し混ぜながらちょっと焦げ茶を作って、あまり明るいとさっきと変わらない感じになってしまうので、ちょっと暗いかなぐらいでいいと思います。できたらこれを周りの方に薄くのせていきます。いきなり濃くしてしまうとちょっと濃いかなと思った時に薄くするのはできないので、ちょっと薄いかもって思うぐらいのところで塗っていきます。で先ほどと同じように少しずつ汚しを入れて様子を見ます。それでもう少し焦げ目をつけたいところに黒いジェルをほんの少しだけのせていきます。あまりのせると真っ黒になってしまうので、本当に少しで大丈夫です。あまり黒いところが多いと暗いデザインとかちょっと汚いデザインに見えてしまうので、黒い部分は少なめの方がおすすめです。好みの感じにできたら硬化します。このままトップジェルを塗って仕上げてもいいのですが、今少し周りの方にジェルを塗っていったので真ん中が少しくぼんでいる感じになります。なので一度クリアジェルを塗って表面をつるっとさせておきます。塗り終わったら硬化します。最後にトップジェルを塗って仕上げます。今回はマット仕上げにします。塗り終わったら硬化します。これで完成です。こちらは先に作っておいた5本組です。他のサブカラーにはちょっとくすみ系のカラーが似合います。あまりダークなブラウンとかを持ってきてしまうと全体的に沈んだ感じになってしまうので、今回は緑色を使いました。またもう少し華やかにしたい人はこちらのスタンプのデザインの周りをラメで囲っても綺麗です。お好きな方法で楽しんでください。この動画が役に立ったらいいねボタンを押していってくださいね。チャンネル登録がまだの方は登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。